こんにちは、お手紙ヤギです。東京の毛糸屋さんをめぐるはしごショッピングのイベント、東京ヤーンクロール2023。このイベントに参加しているお店を回ってきて、その様子とか購入品の紹介をしています。第1弾、第2弾、第3弾とお届けしてきましたが、今回はシリーズ第4弾で、これで完結となります。ということで、今回は最後に残った2つのお店をはしごショッピングしに吉祥寺に行ってきました。お邪魔したのはアブリルとチャッピーヤーンです。そしてちょうどこの日、別の毛糸関係のイベントも開催中なのを発見して、こちらもどんなお店があるのか気になったのでいろいろ見てきました。そちらで見つけた素敵なお店の様子もたくさん撮影してきたので、よかったらぜひ最後まで見ていってください。それでは始めましょう。はい、まず初めに訪れたのはアブリルさんです。お店の場所は JR 中央線か京王井の頭線の吉祥寺駅を降りて、井の頭通りを立川方面に10分ぐらい歩いていたところにあります。昔は中道通りっていう井の頭通りと並行に走ってる商店街があるんですけど、その通りにお店があったんですが、いつの間にか移転してまして知らなかったので、初め中道通りをすごい探しちゃったんですが、途中で気づいて無事たどり着くことができました。ちなみに移転されたのは2022年だそうで、つい最近のお話でした。アブリルさんのお店は私がよく吉祥寺に遊びに行ってた頃からあったので、少なくとも20年くらい吉祥寺に根付いてるお店ですね。個人的な印象ではファンシーヤーンが得意な毛糸屋さんっていう感じなんですけど、昔から他の毛糸屋さんとは何かちょっと一味違うというか、おしゃれな雰囲気を醸し出していたように思います。今結構コーン巻きの状態の糸が手編み用でも増えてますけど、アブリルさんは中道通りにお店があった当時から大きなコーン巻きの状態の毛糸を壁一面に設置してあったのが記憶に残っています。当時はそこまで編み物にはまってなかったので、アブリルさんはガチ勢の人が通う毛糸屋って感じに思っていて、1回ぐらいしか入ったことがなかったです。余談ですが、昔は吉祥寺の駅ビルが丸ごと湯沢屋だったんですよ。今はキラリナっていう商業施設になっていろんなお店が入ってるんですけど、なのでその当時は毛糸を探しに行くっていうと、私の中では吉祥寺の湯沢屋さん一択でしたね。ということで、アブリルさんの実店舗に入るのはほとんど初めてな感じなんですが、やっぱりファンシーヤーンは推しているジャンルなのかなと思いました。一番目立つところに設置されていますね。そして普通のというかベーシックな毛糸の類も結構豊富に品揃えがありまして、こんな風にコーン巻きの状態で壁にずらっと並んでいるのが圧巻でした。こういう使い勝手の良さそうなシンプルめな糸でもやっぱりちょっと異素材なものがちょこちょこあって、そこがアブリルさんらしさっていう感じがします。そしてサンプルやキットもいろいろ充実していて、店内の至るところにサンプルが飾られていて見応えがありました。この時期はクリスマスらしい編みぐるみのキットなんかもありました。このガーランドの装飾も可愛いなと思って見てたら、これもキットで販売していました。アブリルさんの糸だと三角に編むだけですごい華やかで可愛らしくなるのでいいですね。そして奥には大きなテーブルもあって、ここで教室とかワークショップをしているのかなと思います。アブリルさんの一番の特徴は量り売りをしているところですね。なのでコーン巻きで設置されているんですね。10g 単位で必要な量を購入することができるみたいで、無駄がなくていいと思います。こんなキラキラな可愛いファンシーヤーンたちは単体でも購入できるし、好きな組み合わせで引き揃えにもしてくれるみたいです。こういう糸ってラッピングなんかに使うのにちょっとだけ欲しいっていうニーズもあるんじゃないかなと思いますが、そういった用途の方にちょうどいいミニコーンっていう少量のタイプもいろいろ取り揃えられていました。
もっと少なめのペラコーンっていう厚紙に巻いてあるタイプのものもありました。編み物する人じゃなくてもいろんな用途に使える買い方ができていいですよね。ということで、今回アブリルさんで購入したのはこちらです。まず一つ目がこのモヘアのコーン巻きです。これがモヘア 60%、シルク 40% という素材の12番手のシルクモヘアで、色はブラウンです。実はアブリルさんではこちらを買おうと決めていました。去年の糸間だったと思うんですけど、アブリルさんも出店されていて、そこでこの糸の色違いのモカという色味のものを購入して、今着てるこちらのセーターに使ったんですが、これが芯がシルクなのでツヤがあって肌触りも良くて気に入ってたので、また同じセーターを今度は色違いで編もうと思って、こちらのメインの糸はもう買ってあるので、今度はこの糸に合う色味を見つけて購入しようと思ってたんですね。ところがですね、お店にお邪魔してみたら見当たらなくて、店員さんに確認したらもう販売終了してしまってたんですよ。なので諦めて似たやつにするしかなかったんですが、私があからさまに残念そうにしていたのか、まだ少し残ってるかもしれないって言って、わざわざバックヤードを捜索してくださいまして、そしたらなんとね、少しだけ在庫が残ってたんですよ。で、暗めの色はもうこのブラウンしかなかったようなので、このメインの糸がブラック系なので、ちょっと合うかなって一瞬迷ったんですが、多分この機会を逃したらもう手に入れるチャンスはないと思ったので、こちらを購入してきました。まあ、これと合わなくてもベーシックな色味なので違うものと合わせられると思いますしね。でもいけそうな気がする。こちらはお店で聞いてみないと見つからなかったと思うので、すごくいい買い物になったなと思います。一生懸命探してくださったのも嬉しかったです。はい、そして購入品の2つ目はこちらのミニコーンのタイプのファンシーヤーンです。たくさんファンシーヤーンがあったんですけど、その中でもなんかこれがひときわ可愛く見えて、あまりこういうタイプの糸って使ったことがないので、どう使えばいいのか正直よくわかんないんですけど、まあ少量のタイプならいいかと思って、このミニコーンのタイプがあったので、こちらを購入してきました。これは商品名が火花といって、こんな感じのモケモケとキラキラ2つの可愛いの要素を持ち合わせている糸です。このミニコーンだと量が104メートルということなので、まあラッピングとかでもいいんですけど、何か手元に残るものにちょっとアクセント程度でもいいので使いたいなと思っています。そして3つ目がこの5種類のファンシーヤーンがアソートになっているこちらの糸これという商品ですね。こちらはカラー別に10種類の展開になっていました。私はこのグリーン系のナンバー10を購入してきました。こんな感じです。これは1種類が3メーターずつ入っています。そして期間限定だと思うんですが、こんなクリスマスカラーのバージョンも置いてあったりしました。クリスマスプレゼントのラッピングにぴったりな感じですよね。ということで1軒目にお邪魔したのは色とりどりのファンシーヤーンがいっぱいな量り売りの毛糸屋さんのアブリルさんでした。はい、そして次にお邪魔したのはチャッピーヤーンさんです。東京ヤーンクロールのはしごショッピングで最後のお店になります。こちらはヤーンクロールの期間限定のポップアップストアで、
場所は井の頭通りを今度は駅から新宿方面に歩いていった先にありました。繁華街からちょっと外れたところにあって、ギャラリーシェルという半地下のおしゃれなレンタルスペースで出店されていました。チャピーヤーンさんは香港在住の日本人ダイヤーさんで、もう私が紹介するまでもないかもしれないですけど、すごく人気のある手染めヤーンのブランドですね。見ても編んでもハッピーになれる楽しい糸というコンセプトで、カラフルに染められた手染め糸が編み物好きさんの間でよく知られているかなと思います。小ロットで丁寧に染めているということなので、オンラインストアのショップアップデートは不定期に更新されています。あとはこういったイベントでのポップアップストアでしかお目にかかる機会はないですね。そういったレアな感じも相まってか、いつもすごい争奪戦になっているという印象があります。先日行ってきた東京スピニングパーティーでも大行列になっているのを見かけました。私はスピニングパーティーでは東京ヤンクロールの方で買うと決めてたので、見るだけにしてて、この機会をとても楽しみにしていました。チャッピーヤーンは手染め糸に特化した品揃えなので、道具類とかグッズはなくて、ほぼ手染めの化成糸だけがずらーっと並んでいる、ある意味迫力のある売り場風景となっています。本当にコンセプトの通り、見ているだけでワクワクしてくる糸たちです。それぞれのカラーに付けられた名前もロマンチックなネーミングが多くて、この色はなんて名前かなと一つ一つラベルの裏を確認するのも楽しかったりします。糸の素材はメリノソックウール、シルクモヘやアルパカスリ、ヤクなどといったラインナップで、どれも手触りのいい糸ばかりで、そこも人気のゆえんかなと思います。そして今回はこんな糸糸さんとのコラボのキャンディウーステッドっていう糸もありました。これはこんな感じでつぶつぶのネオンカラーが全体に細かく入っている、こちらもとても可愛い糸でした。化成糸以外ではいろんなデザイナーさんとコラボしたキットとそのサンプルが置いてありました。いろんなサンプルがあったんですが、個人的にはパウル・クレイセーターのチャッピーヤーンバージョンを見てみたかったので、実物が見れて嬉しかったです。キットはおそらく初日で売り切れちゃったのか見当たらなかったです。その他東京ヤーンクロールの期間限定のタムナスさんの葉っぱスカーフというカルのキットも置いてありました。こんな感じのミニカセになって手に取りやすい感じになっていました。ということでチャッピーヤーンさんで購入したのはこちらです。最後にがっつり買っちゃいました。一つはこちらのコクーンモヘアと言います。これはスーパーキットモヘア 66%、シルク 30%、エクストラファインメリノ 4% という素材になっています。これすごい大胆な色使いですよね。ネイビーとイエローとピンクがパッと目につくんですが、じっくり見ると黄緑とか紫も入ってたりして奥行きがある色合いですね。これだけいろんな色を使ってるのに濁りがなくて透明感があるのはすごいなと思います。この糸もアブリルさんのシルクモヘアと同じで、芯糸がシルクなので光沢感がありますね。なんかこの色合いちょっと紙風船の配色にも似てて少し懐かしい感じも私はしました。で、色の名前はミラネーゼと付けられています。ってことはパリジェンヌとかニューヨーカーとかもあったんでしょうか。あるなら見てみたかったですね。これは何に使うかノープランですが、色が好きすぎたので一かせだけ買ってきました。サンプルでこんな一かせでできるキャミソールなんかの提案もあったので、こういうのも参考にしながら何にするかゆっくり考えたいと思います。そしてもう一つの購入品はこのシルキー薬シングルスという糸。これは着分の3かせ購入しちゃいました。これがスーパーウォッシュメリノウール 65%、シルク 25%、
約 15% という素材で、色はスカーレットという、こちらはシンプルに色の名前ですね。このシルキーヤクシングルスという糸はすごく肌触りが良くて、ヤクを使っているので独特のぬめり感もちょっと感じられます。ちょうどサンプルにもこの糸を使ったものがあって、フィールズセーターというものだったんですけど、コクーンモヘアの単色との引き揃えでパターンの雰囲気ともすごく合ってて、すごい素敵でした。サンプルではもう少し青みのあるマゼンタっぽい色のものと、それに近い色味のコクーンモヘアとの引き揃えでした。これを見てウェアに使いたいなと思って、こちらは着分買ってきました。で、私が購入したのはそのサンプルの色よりもう少し朱色に近い感じの黄みが強めの赤ですね。チャッピーヤーンさんにしては珍しくお客さんがそんなに混み合ってなかったので、鏡で顔写りをいろいろ試してみて、ゆっくり色を選ぶことができました。チャッピーヤーンさんのお店はいつも人だかりなので、早く確保しないとなくなるっていう変な焦燥感に駆られて、今までゆったり見ることができなかったんですが、今回はお客さんの波をかき分けることもなく、落ち着いて買い物をすることができてよかったです。私がお邪魔したのは開催2日目だったんですが、お店の人によるとやっぱり初日はいつも通りの激混みだったようですね。なので初日で結構商品がさばけてしまってると思うんですが、それでもいいからゆっくり買い物したいという方は2日目以降の来店がおすすめかなと思いました。ということで2軒目はおもちゃ箱をひっくり返したようなカラフルな手染め糸がいっぱいのチャッピーヤーンさんでした。東京ヤーンクロール2023のはしごショッピングはこれで完結になります。おかげさまで全店舗制覇、なんと達成してしまいました。嬉しいけどお財布激痩せです。なのでちょっと早いですが、私の今年の編み物関係の買い物はこれでおしまいかなと思っていたんですが、吉祥寺に来てみたらこんなイベントも一緒に開催されてたんですよ。この名前見てスルーして帰れませんよね。ということで、せっかくなので吉祥寺糸物祭りの方も全部じゃないんですがちらほら巡ってきました。そしていくつかの素敵なお店も発見しましたので、合わせてご紹介してみようと思います。なのでこの動画はもうちょっと続きますが、よかったらお付き合いください。まず吉祥寺糸物祭りの概要を少し説明しておこうと思うんですが、吉祥寺には糸に関するお店が多いそうなんですよ。ジャンルは様々で、編み物とかソーイングとか織物とか紬とか刺繍とかなんですが、それらのお店が集まって街全体を糸物のギャラリーにするようなイベントができたら楽しいんじゃないかという発想で生まれたイベントだということです。いつから始まったのかははっきりわからなかったんですが、少なくとも2018年頃にはもう開催されてたみたいです。こちらのイベントは東京ヤーンクロールとは違って糸物以外の食べ物屋さんとかも参加しているのが特徴で、違うジャンルのお店は何かしら糸に絡めたようなものをその期間は販売するといった形で参加しているようです。ちょっと町おこし的な意味合いもあるんですかね。そしてこちらもこういう風にスタンプラリーがあって、参加店を巡りながら吉祥寺の街歩きを楽しめるような感じになっています。今回私もこのスタンプシートをもらって気になるお店をいくつか回ってみました。で、こう開くとここにマップがあるんですが、結構広範囲にお店が散らばっているので、私は今回はこの中道通りから東急百貨店の裏手あたりのここら辺のエリアにあるお店を中心に見てきました。ちなみにこの辺りが東急裏って呼ばれてて、昔からおしゃれな雑貨屋さんなんかが多くて、流行の発信地的な雰囲気のあるエリアです。新規のお店ができる頻度も高めなので、今はどんな風に様変わりしてるかなと思いながらいろいろと歩き回ってきました。まず初めに立ち寄ったのがマジョルカというレンタルスペースで開催されていた織物の展示です。
こちらが店内の撮影が残念ながら NG だったので、お店の外だけの映像になってしまうんですが、こんな織物の機械が置いてあって、手織工房ジョータという織物教室の展示会でした。教室の生徒さんたちの作品展だったんですけど、プロみたいなすごい作品もあれば、子供さんが作ったっていうすごい自由な感じの作品もあって、楽しい展示になっていました。で、個人で楽しむ限りなら撮影 OK ということだったので、いいなと思った作品をいくつか写真に撮ってきたんですが、お見せできないのはすごい残念です。ほんとカラフルで綺麗な織物の作品がいっぱい展示してありました。織物もね、すごい面白そうですよね。収集つかなくなるのが目に見えてるので、あえて手を出してないですけど、こういう展示を見てるとやってみたいなと思いますね、やっぱり。で、会場にあったパンフレットをもらってきたんですが、こんなカシミヤでマフラーを作る体験教室なんかもやってるみたいです。手織工房ジョータさんは吉祥寺の他にも自由が丘にも工房があるみたいですね。あとこの12月に新たに横浜にも工房ができるみたいです。はい、そして2軒目にお邪魔したのは扉というお店です。こちらはインドの手仕事の雑貨を多く扱うセレクトショップということなんですが、店内の一角でインドの伝統的な手刺繍の展示が開催されていたので、そちらを見てきました。大きなクロスとかリメイクされた雑貨とかいろいろ展示してあって、一口にインドの刺繍といってもいろんな種類があるんだなと思いました。このバッグにつけるチャームのようなものはザリ刺繍というそうです。マハラジャたちの宮廷衣装や室内装飾に使われていた技法ということです。こんなキラキラしててエスニックな雰囲気がすごく素敵でした。大きなクロスも間近で見ると細かなモチーフがぎっしり縫い込まれてて面白かったです。この一つ一つのモチーフに魔除けとか幸福を招くといった意味があるみたいです。ということで、こちらではちょっとお買い物をしてきました。それがこんなミニポーチを買ってみました。こんぐらいの大きさだったら付け替え輪針のコードの収納とかに使えるかなと思ってこのサイズを買ってみたんですが、ちょうど良さそう。これはカンバディアパッチワークというそうで、サリーやクルタなど華やかな刺繍やビーズが施された伝統衣装の希少なヴィンテージ布を一つ一つ手でつなぎ合わせた生地と書いてあります。なんか私こういうのが昔から好きで、こんな模様の密度がすごいじゃないですか。でも微妙に揃ってない、ここら辺とか揃ってないフリーハンドな感じとかおおらかさもあって、何とも言えない雰囲気が好きなんですよね。はい、そして3つ目にお邪魔したのが2つの木というお店なんですが、ここに向かう途中に糸とは直接関係ないけど参加しているっていうお店もちょこちょこあって、店先だけいくつか動画に撮ってきたんですが、例えばこちらの家内米国店というお米屋さん兼スイーツ屋さんですとか、吉祥寺知恵蔵さん、こちらは食料品のお店ですね。こういったお店は糸に絡めた何かしらを販売するという形で参加しているようで、パンフレットによると家内米国店さんは風呂敷の販売で、知恵蔵さんは編むという言葉の語源となったと言われているワッフルをこの期間だけ半額セールしているとのことでした。ということで寄り道しながら向かった2つの木というお店なんですが、こちらはカフェとギャラリーが一体になったレンタルスペースということでした。で、
お邪魔した時は糸物祭りに合わせて草木染めの毛糸とシルクの展示をしていました。ナインマウンテンズと野々江というお二人のアーティストさんによる展示だったんですが、身近にある草花やお花屋さんで役目を終えた花などを活用した草木染めの毛糸とシルクの作品展でした。こんな風に染めた毛糸と染料の草花のイラストが壁いっぱいに展示されていました。私も身近な雑草を使って草木染めをするので、この犬種とか普通にその辺に生えててどんな色になるのか前からちょっと気になっていたんですが、そんな感じの日頃よく見かける草花でいろいろ染めてて、こんな色になるんだって感じで興味深かったです。製品の糸も少し置いてあったんですが、こちらは初めて目にするブランドの糸で、ミーシャ&パフで読み方合ってんのかな、わかんないですけど、こちらはペルーの職人さんによって一つ一つ手染めされている糸ということでした。なんとなく色味が南米の雰囲気が感じられる気がするんですが、どうでしょうか。この糸で編んだサンプルも展示されてて、こんな感じでした。手染め特有の揺らぎがあって、あとこの渋みのある色合いがとてもいいなと思いました。野々江さんという作家さんの方がシルクを使った草木染めの作品の展示で、こちらは園芸店などで役目を終えた花などを用いた草木染めということです。こういう染め方が何という名前かわかんないんですけど、生地の上に染料の花びらなどを散らして染める手法のものですね。ハンカチや小さな巾着袋に仕立てられていて、これもすごく展示の仕方もおしゃれで素敵でした。あとこれがまた素敵だったんですけど、染めのデータを記録したスクラップブックですね。こちらも一緒に展示されていて、試行錯誤している記録としてもすごい面白いんですが、これ自体が作品のような可愛らしさでじっくり見させていただきました。今回3日間だけの展示ということでしたが、今後販売も検討しているプロジェクトということらしく、応援したいなと思って私はインスタグラムをフォローさせていただきました。アカウント名出していいものかわかんないので概要欄には載せてないんですけど、それぞれアーティスト名で探すとたどり着けると思いますんで、気になる方はぜひ探してみてください。こんな感じで吉祥寺糸物祭りの気になったお店をちらほら訪ねてみたんですが、他にも今回寄れなかったけど気になるお店がたくさんあったので、また時間を作って行ってみたいなと思いました。最後に関係ないけど購入品を1個紹介して、吉祥寺糸物祭りの紹介を締めくくりたいと思います。こちらクリスマスのオーナメントを買ってきました。こんな感じです。街歩きの途中で見つけたおしゃれな雑貨屋さんで衝動買いしてしまいました。クリスマスの雰囲気でいっぱいになってきましたよね。うちではツリーとか華やかに飾り付けしたりはあまりしないんですけど、街が賑やかになってるのは見てて楽しかったので、その雰囲気をお家に少し持ち帰りたいなと思って購入してきてみました。東京の毛糸屋さん巡り、東京ヤンクロール2023のはしごショッピングと、最後にちょっとプラスアルファで吉祥寺ローカルの糸関係のイベントの吉祥寺糸物祭りの様子を合わせてお届けしてみました。4回にわたってご覧いただきありがとうございました。ここ何年かは結構インドアな生活に傾いてて、こうやってアクティブに外を歩き回る機会がだいぶ減ってたので、久しぶりにいろんなところを巡って、昔よく行ってた街の変わったり変わらない様子も見れてよかったなと思いました。そしてたくさん知らない毛糸屋さんを知ることができたし、収穫の多い2週間になりました。皆さんのお出かけや旅行の参考にもなっていたらとても嬉しいです。それでは今日はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。